こんにちは、デザインドリップです。今回はこのように自分でスマホで撮った画像を加工して質感をアップさせる方法を説明したいと思います。はい、まず 1080×1080 のドキュメントを作っておきます。で、スマホで撮った写真を取り込んで、あらかじめ、今回もパスを作ってこうやって切り抜いてあります。で、さらにこれを蓋と本体それぞれ独立させたいので、それぞれのレイヤーに分けておき、でこの2つを先ほど作ったドキュメントにドラッグ&ドロップしておきます。でそれぞれをスマートオブジェクト、右クリックでスマートオブジェクトに変換して、2つを選択して適当な大きさに縮小しておきます。今回はじゃあこのくらいにしておきます。で、背景を、今回はピンクにしていくんですが、背景レイヤーをダブルクリックして、レイヤー普通のレイヤーにしてカラーオーバーレイで、こちらの EECBD5 というピンクにしていきます。で、通常の100ですね。で、はい、こちらのピンクにしていきます。で、まず背景にちょっと質感を与えたいので、こちらの2つは1回非表示にしておきます。で、ノイズをかけていくんですが、このレイヤー0をコマンド J で複製して、今度はこのカラーを000000の真っ黒にします。で、フィルターメニューの、スマートフィルター用に変換をして、さらにフィルターメニューのノイズからノイズを加えるに行って、量は400最大値にして均等分布で、今度はグレースケールノイズにしたいので、グレースケールノイズにチェックを入れて OK します。で、こちらをオーバーレイにして 20% にしておきます。それでちょっとザラザラした質感が加わりました。で、今度は本体の加工をしていきます。こちらの、それぞれダブルクリックで開いて、ちょっと明るさなんかを調整していきたいんですが、ちょっとダイナミックな感じにしたいので、レベル補正でコントラスト強めに明るめに調整していきます。ちょっとこちら見ながらやっていきます。一回こんな感じにしておいて、でこちらの蓋の方のレイヤーにレベル補正、今作ったレベル補正を投げ込んで保存します。で、蓋の方がちょっとホコリなんかが気になったりするので、拡大してこのスポット修復ブラシツールに持ち替えて、ブラシの大きさは適当な感じにして、こうやってポンポンポンとホコリなんかを消していきます。はい、こんな感じですかね。で、こんな感じになりました。で、写真を撮った時の写り込みが肌色が気になるので、今回はこちらの商品がアイテムが、シルバーと、黒と白なので、思い切ってもうサイドを0にすることで生活感を消していきます。で、一旦こちらのリップの方に、本体の方に行って、この赤は残さなければいけないので、こちらのレイヤーを選択した状態で一回ペンツールを持ってパスになっているのを確認して、こちらの赤だけをこう保護するようにざっくりと囲います。で、パスを一回一応保存しておいて、コマンドを押しながらクリックして選択範囲を作って、この状態でコマンド J で赤のとこだけ複製します。で、下の本体の方を選択して、この下の
丸い黒と白の丸のところから色相サイドを選んで、オルトオプションで引っ掛けても大丈夫です。でサイドを0じゃないですね、マイナス100思いっきり左にして、そうなるとどうなるかというと、こんな感じになって映り込みが目立たない感じになったと思います。で、こちらの蓋の方も同じように色相サイドのレイヤーを使ってサイド0、サイドマイナス100にしておきます。するとこんな感じになりました。で、明るさをもうちょっと明るさをちょっと修正したいので、ちょっとだけ真ん中をちょっとコントラスト強めにしたいので、こっちも一回消して揃えたいので、こうやって持っていって、はい、これで揃いましたね。で、一回こちらのリップのレイヤーは閉じておきます。はい。で、こちらちょっと傾けていい感じに配置したいので、この本体を変形モードにしてシフトをしながら半時計回りに1回カクッとするとマイナス15度回転させられるので、こちらでエンターします。で、蓋は逆に時計回りに15度、こんな感じですね。で、これをこんな感じで、いい感じになるように重ねて、ここはもう完全にお好みの重なり具合でいいと思うんですが、こんな感じにしておきます。はい、これで1回、はい、これで本体の配置は完了しました。で、さらに質感を、与えていくんですが、では、蓋の方をダブルクリックしてドロップシャドウを与えていきます。もう設定されているんですが、この辺のピンクから取ってでちょっと暗めに設定して、今回 886A73 という色にしてあるんですが、でここをリニア、定山にするよりもちょっと鮮やかな感じになるんですけれども、リニアにして不透明度を 30% で角度135で距離が60、サイズが115、ちょっと遠めな、近くすると近くてサイズが少ないと結構地面に設置している面が近い感じに見えてしまうんですが、そうですね、遠くでサイズが大きいとちょっと浮いてる感じ、浮遊感が出ます。で、これで OK して、これを右クリックでレイヤースタイルをコピーして、こちらの方にレイヤースタイルをペーストします。これで両方に影がつきました。で、いい感じのところに配置して、はい。で、背景にさらに質感を与えたいので、そうですね、ノイズの下、このレイヤー0の上に、レイヤー0を選択した状態で楕円形ツールで、シェイプになっているのを確認して、で丸を大きめに描きます。で、色は真っ白にしておきます。で、これをフィルターからスマートフィルター用に変換をして、ぼかしのガウスで、270、ちょっと大きめに、今回270にしてます。にして、オーバーレイにして、今回65とかにしておきます。そうするとハイライトが入ります。で、かなり大きめにして、この端っこの方を見切れさせるように
すると、結構自然な感じの光になります。でさらにこれをコマンド J で複製をして右下の方に持っていって、今度は暗い影をつけていきます。一回こちらを通常の 100% に戻して塗りを0で、カラーオーバーレイで定山にして、このピンクですね、この辺のピンクとかを持ってきて、背景と同じピンクにします。背景と同じ EECBD5 ピンクにして、でここを80% とかくらいにして、位置をこれも同じ感じで割と端っこで見切れる感じにして、こんな感じにすると割とより浮遊感が出たかなと思います。これはもう調整しながらやっていく感じですね。こんな感じでちょっと白いところがかかるとより立体感が出ます。はい。で最後にこの本体たちにピンクの背景の映り込みをちょっと描いていきたいと思います。こちらの本体を、選択した状態で新規レイヤーを作成して、オプションで引っ掛けて一旦こちらを定山にしておきます。で、ブラシ、ソフト円ブラシ、今回70ピクセルにしてます。で、色をもうこの辺から、オプションをブラシの状態でオプションを押すと色がスポイトで選べるようになるんですけども、適当に取ってきて、でこの端っこの方をなんとなくこうなぞって、で不透明度を30ぐらいとか、適当な感じに40とかにするとちょっとピンクの映り込みが入りました。でこれを同じように蓋の方にもやって、こんな感じで、はい、ちょっと40だと濃いかもしれないので、30とかにして、で両方をリンクさせておくと移動するときに動かないので便利です。でこの影と本体を同時に選択して右クリックでレイヤーをリンクで、蓋の方も同じように影と選択してレイヤーをリンク、こうすると同時に動いてくれるので便利です。でもこれをもう適当なところに配置して、ちょっと背景白にして確認します。はい、これで質感のある画像加工完成です。はい、こんな感じで文字入れをして、インスタのバナーの投稿用のバナーに使ったり、いろいろできるかなと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。